窓ガラスが凍って窓が開かなくなっちゃってます。やば。もう一個衝撃の事実なんですけど、ウィンドウウォッシャーがなんと凍っちゃいました。このようにウィンドウウォッシャー出てきません。前回に引き続き北海道への車中泊は新日本海フェリーを使って新潟港から小樽へ向かいます。これはお昼12時に出発し、翌朝4時半に着く約16時間半の船旅です。これは一見とても長い時間船に乗っているような印象を受けますが、実は高速を使って運転しても約15時間半かかり、ガソリン代や高速代を考えると運転がない分、フェリーで移動した方が圧倒的に楽なので、私はいつもこの新潟航路を気に入って利用しています。今回私が乗った船はラベンダー号。車両代金とツーリスト S と呼ばれる個室の部屋代金で北海道まで約2万5千円で移動できます。この船に乗ると新潟から小樽まで約16時間の船旅になるんですが、船自体がとても広い作りになっていて開放的な雰囲気があるので、もう何度も乗っているんですが、毎回かなり快適に移動できています。真冬の日本海は多少船が揺れやすいので、今回もアネロンという酔い止めを飲んで船に乗り込みました。この日の天気は薄曇りだったので北海道も同じ状況かなと思っていたんですが、この後小樽に到着した天候がまさかの雨。最高気温3度で雪がとても少ないです。私は今回の車中泊で雪と寒さを求めて北海道へやってきたので不安がよぎります。日本で一番寒いとされる陸別町の天気予報をチェックしてみても、私の滞在中には最低気温がマイナス20度を下回る日がほとんどありません。天気予報を詳しくチェックすると、唯一2月17日のみマイナス20度を下回っていたので、この日に向けて陸別町に向かうことにしました。陸別町は北海道の北東部にある町で、周りを山に囲まれた盆地の地形のために放射冷却の影響で寒暖差が特に激しく、年によってはマイナス30度を下回る日もある極寒の町になっています。また冬季には稀にオーロラが観測されることもあり、2001年、2013年、2015年には実際にオーロラが観測されたため、日本でもかなり珍しいロマンあふれる街になっています。これらのオーロラ、数年に一度しか見られないので、今回私が見るのはかなり厳しそうですが、陸別町に向けて小樽から約6時間330キロの距離を運転していきます。陸別への移動途中、とても美味しいカレー屋があると地元の方に教えてもらったので、途中帯広に寄りました。カレーショップインディアン福原西18条店。このお店のメニューはルーや具材もいろいろ選べてかなり迷ったんですが、私はベーシックルーのカツカレーを頼みました。いただきます。このお店の特色は何といっても添え物のこのガリ。通常カレーにはらっきょうだと思うんですが、そのらっきょうの酸味の役割を酢漬けのガリが添えられています。これがめちゃくちゃカレーに合います。ガリとカレーの組み合わせがすごい美味しい。ごちそうさまでした。このカレーショップインディアンの福原18条店は他にも良いところがあって、ご覧のように駐車スペースもかなり広いので大型車両でも止めやすいです。また同じ敷地内に24時間営業のスーパー福原が併設されているので、ここで車中泊の買い出しをすることも可能です。再び陸別町を目指します。帯広から約100キロ、2時間弱なのでまだまだそこそこ距離があります。はい、日本一寒い町陸別町に着きました。現在の時刻22時46分、気温はマイナス13度です。明日の朝はマイナス20度まで下がる予報なので、すごい楽しみですね。寒い。ちなみに窓のこの辺りは
ここから暖房出してるんで凍ってないんですけれども、この横の部分は凍っちゃってます。一応窓は開くことは開くんですけれども、開きが悪いですね。明日の朝がめちゃめちゃ楽しみですね。今スノーブーツにダウンパンツ、ズボン3枚履いてます。でダウンジャケットを2枚着てます。めちゃめちゃ寒いです。めっちゃ寒いです。はい、時刻は1時17分。車内の気温は 17.6 度、湿度 40%。 ちなみに今陸別町の外の気温はマイナス17度になっています。今車内の気温が 17.7 度なので、外との気温差が約34度ですね。すごいですね。 FF ヒーターは一番弱い風量1で回しているんですけども、この辺りの気温が約19度で、今床面の温度がこの FF ヒーターの温風吹き出し口に近いところで27度ですとか、そんな感じですね。でこの辺の FF ヒーターから遠くなればなるほど10度ぐらいの床面の温度になります。この FF ヒーターの一番熱くなっている部分は60度程度になっています。温風吹き出し口の中も50度を超えていますね。でかなり暖かいです。でここだけすごく暖かくなっていて、あとはそれほどでもないんですけども、冷たいとかそういうことでもないですね。で外をちらっと見てみると、すごいことになってる。やべ、こんな感じで凍っちゃってますね。やべえ、すごすごいなこれ。いやー凍ってますね。すご。外のところもこの辺りは凍ってないんですけれども、おそらくこの下のこれをめくると凍ってる感じがするな。そうでもない、凍ってないですね。でも凍ってますね。こんな感じで外の外気温に負けてこの辺りが凍ってますね。ということはやはりこのカーテンだとこの車内の気温でこの辺りの結露が溶けてしまうんですけども、このカラーボードで作ったシェードだとシェードから下はこのようにがっつり凍っちゃってますね。なのでもし冬の車中泊ですとか断熱を想定されている方は、このようなカーテンではなくてこのカラーボードのシェードを使っていただいた方が外の気温に左右されることなく眠りやすいと思います。寒っ。めちゃめちゃ寒いです。めっちゃ寒い。時刻は1時42分。今の気温はマイナス17度まで下がってます。すごい寒いんですけど耐えられないっていうほどではないですね。なぜならこんな感じで頭までかぶってるんで、ちょっと顔はめっちゃ冷たいですけど、なんとか耐えられます。で道の駅の中をちょっと見てみたいと思うんですけど、今人いらっしゃらないようなんでこんな感じになってますね。トイレさっき行ってきたんですけど、めっちゃトイレ綺麗でした。おそらく25度近くあると思います。ものすごいあったかいです。はい、時刻は朝5時41分。車内の気温は 10.5 度まで下がってますね。結構寒くなってます。このセルタンのマットレスと羽毛布団で寝たんですけれども、一応快適には眠れています。なんですが車内の温度が結構下がりましたね。それでこの床を触ってみたんですけど、かなり冷えてます。で温風吹き出し口の部分も昨日よりこの部分の温度が下がってる感じがします。結構寒いですね。なんて言うんだろう、暖房のこの出てる部分は少しあったかいんですけれども、全体的に車内の気温が下がってる感じがします。ちょっとこの辺りの温度をサーモグラフィーカメラでチェックしてみたいと思います。こんな感じですね。床面が今僕が触っていたところ手形ついてるんですけど、手形のところを外しちゃうと0度とかいってる部分もありますね。すごっ。このドアの付近はマイナス7度とかいってますね。寒っ。ちょっと触ってみます。冷たい。かなり冷たいですね。
いやーすごい、一瞬マイナス10度とか言ってました。で床面もマイナス2度とかなってるところもあります。横の内張りの部分は2度程度ですけれども、結構寒さが外から入ってきてる感じがあります。でこの温風吹き出し口の部分も、昨日外気温がマイナス17度の時はこの一番熱い部分が60度ぐらい出たんですけれども、今49度程度になってますね。で温風吹き出し口の中の部分も38度程度まで下がってます。やっぱり外気温が低すぎて、今火力1で回してるんですけど、ちょっと寒いんで、少しこんな火力を3とかで動かすことは今までなかったんですけど、ちょっと寒いんで火力を4ぐらいまで上げて使ってみようと思います。はい、FF ヒーターの温度をちょっと上げて、車内の気温が 11.6 度まで上がりました。ちょっと外を見てみるとこんな感じで凍り出してますね。昨日外の温度がマイナス17度の時はこの部分は結露してるだけだったんですけども、この下はもう霜だらけみたいな感じになってますね。でこんな感じでもう夜が明け始めて、そろそろ気温が最も寒くなってると思うんで、ちょっと外に出てみます。ドアは凍ってなかったです。いやーすごっ。まだ太陽は上がってないんですけども、こんな感じになってます。マイナス20度いきましたね。すごい。マイナス21度の明け方、この寒さを求めて複数の観光客の方もいらしてました。そして映像をご覧いただいてもわかるんですが、あまりに寒すぎてカメラの調子がおかしくなってます。普段なら一発でピントが合うんですが、ずっとピントが合わない状態が続いています。マイナス21度いった。皮膚を出してるとめちゃめちゃ寒いんで、マスクつけて撮影してます。寒い。マイナス21度なんですけど、一応 FF ヒーターはこんな感じで問題なく動いてくれてます。水滴が氷柱を作ったりもしてないんで、いい感じに働いてくれてはいます。寒い。それで今回一つやりたいことがあったんで、それを試します。このマイナス20度の中でこのタオルに水をかけて、タオルが凍って立ってくれるかっていうのをやってみます。ではこのタオルと水を東京から持ってきてたんで、これをかけて回してみます。手が冷たい。やばい。手が冷たい。やばい。手が冷たい。固まんのかな本当にこれ。固まんない。固まってないですね。水の量が多すぎっすね。固まらないんだこれ。普通テレビとかで見るときはこれ多分固まってると思うんですけど、全然固まってくれないですね。ちょっと水の量が多かったみたいで、でもちょっと固まってきたかも。手が冷たい。やばい。手が痛い。タオルが立ってはくれないんですけど、固まりましたね。こんな感じ。5分ぐらいやってるんですけど、なかなかいけた。ダメだ。これでいけるかも。いけました。寒い。寒い。本当に固まってくれました。いい感じですね。やっぱり数分待つとこんな感じで固まってくれますね。ちょっと手袋片手しか見つからなかったんで、めちゃめちゃ手が冷たいです。太陽が出てあったかいはずなんですけど、マイナス21度まで下がりました。道の駅周辺を散策してみました。実は
こういう寒い日には水蒸気が凍ってダイヤモンドダストという現象が見れることもあるらしいんですけども、今日は湿度が低いみたいでダイヤモンドダストは見れそうにないですね。マスク外すともう鼻が痛いです。手も痛いです。ここロードヒーティングが入ってますね。多分地面に熱の音源があってそれで凍ってないんだと思います。やばい、あの猫生きてる。遠くから見たら置物かと思ったんですけど、猫ちゃん寒い中で生きてました。よかった。現在の時刻が7時8分。 FF ヒーターを火力4で回して1時間ぐらい経ってると思うんですけども、17度まで温度が回復してくれました。やっぱり FF ヒーターがないとこういう極寒の地の車中泊はできないですね。寒かった。この後陸別町周辺には食事をするところがなかったので、再び帯広に向かいます。翌日は朝から札幌でスノボのレッスンを受ける予定なので、札幌方面に向かいます。ちなみに札幌や小樽には道の駅はないので、私はいつもコインパーキングを利用して車中泊しています。この日は小樽で車中泊して、札幌と小樽の中間にある手稲スキー場でレッスンを受けました。レッスンを受けるのに必死で滑ってる動画は一切ないんですが、リフト券込みで4時間7200円で受講できたので、かなりコスパが高かったです。慣れないスノボレッスンでめっちゃお腹が空いたので、札幌ラーメンを食べに行きました。生姜の極み味噌ラーメンに半チャーハンもつけて、男子高校生のような晩ご飯です。うまっ。美味しい札幌ラーメンを堪能できたので、旭川に向かいます。旭川は札幌から約130キロ、下道でも3時間程度で到着できます。スノボで汗だくになっていたので、まずは旭川でお風呂に行きます。到着したのは遊覧船旭川店。ここは夜11時半まで営業しているので、遊んで遅くなってもゆっくりお風呂に入ることができました。今夜の車中泊場所についてちょっとだけパソコンで作業を終えたら、ベッドを展開して寝る準備をします。前回出した動画で床下部分に大容量の収納を作ったので、車の中をかなり広々使えるようになりました。布団や着替え、キッチン用品も全て床下に収納できるので、いつも車内を広々使えます。はい、時刻は8時32分。車内の気温は 21.3 度、湿度 49%。 FF ヒーターのおかげで外は氷点下なんですが、今日もすごく快適に眠ることができました。そしてフラット床の部分にほとんど何も物を置かなくて寝れるので、そういった意味でもこの床下にイレクターパイプの収納を作れて本当に良かったです。今日はテーブルをこのように内張りの部分から外して横に置いて寝てみたんですけれども、特に寝づらいということもなく、寝相が悪くて足をテーブルにぶつける心配もないので、このセッティングも意外と寝やすかったです。またこのテーブルを取ることによって床下にもアクセスしやすくなるので、このセッティングで寝るのもありですね。布団の片付けもこなれてくると 1,2 分で完了できます。はい、それで車内で使う水なんですけれども、飲み水は基本的にコンビニやスーパーで購入するんですが、私のエブリィはこの床下の部分にこのように謎の収納がめちゃくちゃ余っているので、この部分を利用して大きめのペットボトルに水を汲んできていました。
それでこのウォータージャグに使う分だけ水を移してこのシンクとセットで使用し、使い終わったらこの下に収納して、また水をこの下に入れて移動すれば、床の上がこのように片付いた状態で次の目的地に行くことができます。この片付け癖、物の紛失が減るので結構おすすめです。実は今回旭川方面にやってきたのには理由があって、それは札幌や小樽にはない無料で利用できるスキー場が点在すること。通常スキー場はリフト代として1日約5000円程度かかるんですが、今から向かおうとしているスキー場はリフトも無料で利用できて、しかもほとんど混み合っていないとのことなので、実際に行ってみることにしました。町営當麻山スキー場、ここは冬の間朝10時から夕方4時まで営業していて、当麻町町民でなくても無料で利用できます。傾斜は初心者コースなのでそれほどきつくありませんが、人気のコースでもないので、私のような初心者には練習としてはもってこいのコースです。また駐車場からゲレンデがめちゃくちゃ近いのも気軽に使えるのでいい感じだと思いました。トイレは北海道らしく暖房も効いていて綺麗なトイレでした。ちなみにこのスキー場のリフトは通常のリフトとはちょっと違い、写真のようなロープリフトと呼ばれる背中にプラスチックの棒を当てて斜面を登っていくスタイルで、ちょっと癖があるんですが何度かやっていると問題なく乗れるようになります。この當麻スキー場は平日ということもあってほぼ貸し切り状態で滑ることができました。この當麻山スキー場、僕にとっては無料とは思えないクオリティの高さだったので、また北海道に来た際には寄りたいと思います。実は旭川でもう一箇所どうしても行きたいところがありました。それは旭山動物園。かなりメジャーな動物園なので行かれたことがある方も多いとは思いますが、この動物園は行動展示という独特のアイデアで動物を野生に近い状態で間近で見ることができます。でかっ。怖っ。でかっ。どっか行っちゃった。アザラシ来たー。下潜った。あ、来た。来たー。かわいい。ペンギンめっちゃ人気です。マイナス 3.3 度。かわいい。かわいい。ヒグマ。でかっ。めちゃめちゃでかいな。白クマでかっ。
旭山動物園を出て一人でも気軽に食べに行ける海鮮丼のお店に行きました。向かったのは旭川空港。実は前日までに旭川の中心部で海鮮を食べれるお店を探したのですが、どのお店も予約が必要で5軒ほど探しても全く入れなかったので、 Google マップで旭川空港のお店を見つけました。旭川空港の駐車場は1時間まで無料で止められる上に、フードコートやショッピングで2000円以上買い物をすれば2時間まで無料で止められます。今回私は二条亭というフードコートの中にある海鮮丼のお店に行きました。ここでサーモンいくら丼とカニホタテ丼を注文。いただきます。うまっ。うまっ。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しい海鮮丼を食べたので、今夜の車中泊場所道の駅旭川に向かいます。北海道での冬の車中泊はトイレの凍結問題から冬場はほとんどの公衆トイレが閉鎖されるので、基本的には道の駅を使うような形になります。この日は雪も降り続いていたのでワイパーも上げておきました。
美味しい。で、こういった洗った食器の乾燥なんですけれども、こんな感じで FF ヒーターを使うとカップの水滴が1分程度で完全に乾いてくれます。もし FF ヒーター使ってらっしゃる方はこんな感じで使っていただくと結構使い勝手がいいと思います。だいたい90度ぐらいの温風がここから出てきますので、1分もしないうちにほとんどの水滴が乾いてくれます。もうものの1分ほどでこのようにカップもほとんど乾いてくれます。熱い。このドリッパーはもう熱くて持てないぐらいになっていて完全に乾いてくれてます。で、今回こういった使った食器を洗うのにとても便利なグッズをダイソーで見つけました。ミラクルキッチンワイプス洗剤付き食器洗いシートです。これはこのような感じでシートにすでに洗剤が仕込まれているので、使い捨てのスポンジのようなイメージで使うことができます。こんな感じで8枚入りになっています。で、開封した状態は乾いている状態なので水分等は含まれていないんですが、これに水をつけてこういった感じでクシュクシュやってあげると実は泡立つようになっています。泡が立ってるのがちょっと分かりづらいかもしれないんですが、泡立ってます。こんな感じですね。なので油物を車内で食べた後もこのように洗って衛生的に保つことができます。で、洗い終わった後はこのままゴミに捨ててしまえば非常に簡単に洗剤で食器を洗うことができます。このキッチンワイプ、油物を洗った後のスポンジの処理がとても楽なんで、すごく使い勝手がいいです。で、1点だけそれほど泡切れがいい商品ではないので、どちらかというとイメージ的にはカレーですとかそういった油物を食べた後にこのキッチンワイプを使って洗ってあげると食器類を衛生的に保つことができるので、そういった意味ではかなり便利な商品です。いい感じに乾いてます。この濡れているシェラカップもスプーンもこんな感じで無造作に置いてあげるだけですぐに乾いてくれます。この後、道の駅旭川から車で30分のところにある美瑛町の無料のスキー場に行ってみました。今回旭川に数日滞在して気づいたのですが、旭川中心部は北海道第2の都市で適度な都会なんですが、車でほんの数キロ走るとすぐに大自然を感じられます。個人的には小樽や札幌より車中泊しやすいと感じました。美瑛町民スキー場。このスキー場も初心者向けのコースではありますが、駐車場からゲレンデまでがめちゃくちゃ近く、移動がすごく楽です。今回スノボグッズはすべてルーフボックスの中に収納して車中泊していました。この上にはスノボのウェアやボードを入れていました。まだまだ全然余裕ですね。あとは万が一スタックした時に脱出できるようにチェーンとスコップも用意してきてました。このスキー場は午後1時から夜7時までの営業で、無料にもかかわらずナイターでも滑ることができます。ちなみに
今美瑛町の気温はマイナス8度ぐらいです。結構寒いですね。今日の夜もマイナス12度まで気温が下がるようです。あまりに寒くてこの部分がもう凍っちゃってますね。息を吐いてるこの部分は凍ってないんですけど、そこから下に下がったこの部分はその吐いた息の湿気を吸い取って、この部分がもうカチカチに凍ってます。ゲレンデはこんな感じです。完全に一人になっちゃいました。さっき小学生の2人組がいたんですけど、もう今は完全に一人になっちゃいました。これめっちゃ楽しいですよ。ちょっとこのロープリフトっていう腰に当てて登ってくるリフトがくせ者で、これが難しいんですけど、これさえクリアできればここ無料で楽しめます。この後美瑛から旭川に戻る途中、まさかのトラブルに見舞われます。はい、今美瑛から旭川に移動してきました。それですごくびっくりしてるんですけども、現在の旭川の気温がマイナス8度ぐらいです。で、明日はマイナス14度ぐらいまで気温が下がる予報なんですが、今マイナス8度の時点で窓ガラスが凍って、このように窓が開かなくなっちゃってます。やば。これ助手席側も同じで、こんな感じで窓が開きません。これ以上やると窓壊れそうなんでちょっとやめときますけど。そしてもう一個衝撃の事実なんですけど、ウィンドウウォッシャーがなんと凍っちゃいました。このようにウィンドウウォッシャー出てきません。いやー、前回流氷見に行った時にはウィンドウウォッシャーを寒冷地対応のマイナス40度まで凍らないやつを入れてたんで問題なく使えてたんですけど、まさかウィンドウウォッシャー凍ると思いませんでしたね。ちょっと誤算でした。とりあえず今日の夜はウィンドウウォッシャーが出なくても雪が降ってないのでなんとかなりそうなんですが、もしかしたらホームセンターに行ってウィンドウウォッシャーを寒冷地対応のものに入れ直した方がいいかもしれないです。とりあえずこの日はホームセンターも閉まっていたので、今夜の車中泊場所に向かいました。この次の日には小樽からフェリーに乗って東京に戻る予定なので、今日は多めに仮眠を取ります。はい、現在の時刻8時50分、車内の気温は 17.2 度、湿度 52% です。今 FF ヒーターを動かして LED テープで照明を取ってるんですけども、これらの電力は床下にあるサブバッテリーから取っていて、この大橋産業の 400W インバーターのこの部分に FF ヒーターをつないで、そしてこの部分から LED テープの USB 電源を取っています。それで消費電力なんですけれども 1.48 アンペアほどしか消費していません。これは 1.48 アンペアかけることの12ボルトで約 17.76 ワット、この下のサブバッテリーから消費していることになります。それで試しにこの LED テープの電源を抜いてみると FF ヒーターのみの消費電力が約 0.87 アンペア。これは 0.87 アンペアに12ボルトをかけると約10ワット程度、この FF ヒーターが電力消費をしていることになります。で、今回床下に仕込んでいるサブバッテリーのアンペア数は100アンペアアワーなので、これに12ボルトをかけると約1200ワットアワーの電力容量があります。これを FF ヒーターのみの消費だと考えて計算すると割る10ワットなので約120時間この FF ヒーターを動かすことができるようになります。で、今回北海道の車中泊の旅ではレノジーのサブバッテリーが 80% を切ることがほとんどありませんでした。それは毎日ちょこちょこ運転をしていたり、ソーラーパネルからも少ないとはいえ多少電力をこのバッテリー側に供給できていたようです。今回使用しているのは 100Ah の小型のヒート機能付きのバッテリーなんですが、真冬の車中泊では 100Ah もあれば北海道の厳しい車中泊でも十分使える量のバッテリー容量だなと感じました。今現在チェックしてみてもこの消費電力からは2日と13時間丸々動くような感じになっていますので、冬の車中泊を想定されている方は 100Ah もあれば車中泊を楽しむことができると思います。はい。で、今回はこの下に仕込んでいるサブバッテリーを 400W の制限範インバーターで動かしていたんですが、このインバーターのみで FF ヒーターと LED ライトを使いながら車内で調理をするのはやや電力不足だなと感じたのと、
万一北海道でこの下のサブバッテリーが使えなくなったら困るので、今回は念のためにこのユーグリーンの 600Wh の小型のポータブル電源を使用しました。 56% の残量なので約 44% 分料理で電力を使った形になります。で、今回これらを使ってみて、この下に仕込んでいるサブバッテリーのみでも一度も不具合が出なかったので、来年真冬の北海道に行く際はもっと荷物を減らしてヒート機能付きのサブバッテリーだけで車中泊をしてみようと思います。はい、10日ほど北海道で車中泊をしてみて、この FF ヒーターの便利な使い方を見つけました。それはこの上で濡れたタオル等を乾かすことができるんですが、それ以外にも便利な使い方ができます。それに使用するのはこちら、アルコールバーナーの五徳。これはダイソーで購入したものなんですが、サイズが縦7センチ横 15.5 センチ。本来はこのような形でこの山になっている部分を下にして使用するんですが、私はこれをひっくり返して使います。このような形でちょっと広めな感じでセッティングしてあげて、でこの FF ヒーターのこの温風吹き出し口のところに乗せてしまいます。こんな感じで FF ヒーターの温風吹き出し口の部分に五徳をセットしたら、このダイソーの1号炊きのメスティンをこのようにセッティングするとぴったり収まってくれます。この温風吹き出し口から出てくる温風の温度は90度程度なので、このシリコン製のカバーが溶けることもないので、このように折り曲げて使うこともできます。そして五徳のこの斜めのカットの部分がこのようにメスティンをいい感じにホールドしてくれるので、多少このようにぶつかったとしてもこのメスティンがこの上から落ちることはありません。これを利用すれば水や缶詰等も温めることができます。この温風吹き出し口の温度は約90度ぐらいなので、イメージ的には低温調理ができるようなイメージですね。実際に水を入れてみてどのぐらいの温度になるかチェックしてみます。はい、20分ほどこの上に乗せてお湯を温めてみたんですけど、ちょっとこの蓋がもう熱くて持てないぐらい熱いですね。多分50度から60度ぐらいはあると思います。こんな感じで FF ヒーターの温風吹き出し口の上に乗せてるだけなんですが、わずかに気泡が上がって温度が上がってきてます。でこの温度をサーモグラフィーカメラでチェックしてみるとこんな感じですね。20分程度で60度程度まで上がります。なのでこのお湯でコーヒーを飲んだりすることはできないとは思うんですが、このまま白湯として飲んでも大丈夫ですし、この中にレトルトパウチとかを入れて低温調理とかもできますし、便利な使い方ができると思います。取り外してみるとこんな感じで、ちょっとこの部分が無理やり入れてる感はあるんですけども、こんな感じでお湯を60度程度に温められるので、そういった意味では便利な使い方ができると思います。この上に1時間程度置いとくと多分もうちょっとこの温度は上がると思うんですけども、結構便利な使い方ができるんじゃないかなと思います。翌日の船の便は夕方5時出港の小樽便。旭川から小樽まで約150キロ、3時間半の移動です。この後ウィンドウウォッシャー液も出るようになり、窓ガラスも問題なく開くようになったんですが、小樽に近づくにつれ雪が強まり、さらなるトラブルに見舞われます。私のエブリィは車の前方フロント側にエンジンがあり、後輪が動く方式の FR 車と呼ばれるものなんですが、この FR 車はエンジンのある前方が重くなるために、駆動側である後輪側が軽くなって路面との摩擦が弱まる傾向があり、雪道の走行には最も向いていない車と言われています。スリップ事故だけは起こしたくないので、左側の車線をスピードをかなり落として走っています。すごい雪でやばいです。雪道に慣れていないので、かなり細心の注意を払って運転しています。雪がどんどん強くなり、視界も悪くなってきました。しかもさらに悪いことに、ウィンドウウォッシャー液がガラスの上で凍って視界がさらに悪くなっています。怖い。船の出港までには2時間以上の余裕を見て運転しているので、時間的な問題はないんですが、慣れない雪道の運転はかなり怖いです。やっと小樽に着いた際には雪も結構強くなってきてました。無事小樽に着いたので、小樽のイオンでお土産を買って帰ります。
この後わずか30分程度の滞在で車にはそこそこ雪が積もっていました。小樽イオンそばの新日本海フェリーの船着き場に到着です。動画用のサムネも撮影しました。無事小樽港に来れました。よかった。出港までの間、除雪された雪が小樽港で排雪される瞬間を見れました。小樽では港がある地形を生かして雪を港の海に捨てるようです。ガレージへの帰りはあえて高速を使わず新潟の雪景色を楽しみながら帰宅しました。北海道とはまた一味違う感じで興味深かったです。はい、ガレージに無事帰ってきました。それで今回北海道の旅で運転した距離がオドメーターが14万1531キロ。これは出発前の距離が約13万9450キロだったので約2000キロほど運転したことになります。はい。で、10日ほど北海道で走った車がこんな感じです。画面ではちょっと伝わりづらいかもしれないんですが、かなり汚れています。この後ろなんかを見ていただくと相当ひどい感じですね。こんな感じでめちゃくちゃ汚れています。これは融雪剤や塩化カルシウムを巻かれた影響と、あとは滑り止め防止で路面に砂が巻かれているので、そういったものがこういったところに付着するような感じになっています。こんな感じでかなり汚れていますね。ちなみに下を見てみるとこんな感じですね。12V クーラーの部分を車中泊に出る前に養生していたんですが、こんな感じで塩化カルシウムと砂だらけになっています。この 12V クーラーのファンやコンプレッサーの部分にこの塩化カルシウムがついていると考えると、錆だらけになってしまってクーラーが使えなくなる可能性があると思ったので、こういった感じで養生していましたが、今年もやはりやっといてよかったです。車の下に潜って詳しくチェックしてみます。こんな感じでめちゃくちゃひどいことになってますね。これはやっぱり養生しといて本当に良かったです。それでちょうどこの部分なんですが、この部分は今年 FF ヒーターの配管に新しく取り付けたステーなんですが、もう2週間ほどしか経ってないのにこんな感じでサビサビになっています。なので、もし 12V クーラー側、こちらのコンプレッサーですとかファンの部分にこういった感じでマスキングテープでも何でもいいので、こういったコンプレッサーやこの 12V クーラーのファンが塩化カルシウムで傷まないようにこういった養生をした方がいいかもしれません。これ相当すごいサビを生むと思います。で、12V クーラーのこのファンの部分に使われているボルトやナットはおそらくそれほど高品質なものが使われていないので、こういった融雪剤の塩化カルシウムがついてしまうとおそらくすぐにサビサビになってしまうと思います。そういったサビによって 12V クーラーのファンが傷んでしまうと、これ自体が壊れてしまって取り付け直しになったりする可能性があるので、私はこういったやり方で養生しました。雪のシーズンが終わって春になったらこれをこのまま剥がして捨てれば OK なので、今年もあと一度ぐらいもしかしたら雪の車中泊に出る可能性があるので、とりあえずはこのままにしておきますが、もし 12V クーラーを設置されている方は雪道に出られる際には何らかの方法でこういった形で養生された方がいいかもしれません。融雪剤まみれになった車を高圧洗浄機で洗っていきます。車の構造変更をやった後は ETC を再セットアップする必要があって、私は再セットアップ必要ないと思っていたんですが、視聴者さんに教えていただいて、車のナンバーが変わった際は ETC を再セットアップする必要があったので、オートバックスにやってきました。私の車の ETC はこの部分にあって、車載機の番号を書かなければいけないので、この裏にある車載機の番号を確認して書くことになります。セットアップ自体はこの部分に差し込むカードを発行してもらって完了するようです。待ち時間は15分から20分程度待てば、その差し込むカードを発行してくれるとのことでした。
はい、これで大丈夫だとありがとうございます。思いますので。早いですね。はい。カードを入れてエンジンをかけたら一瞬でセットアップ完了しました。料金は3300円ですごく安くて、作業はすぐに終わりました。はい、それでこのエレクターパイプの収納を作ってよかったなと思った点がもう一つあって、このように横からもアクセスして荷物の出し入れがこのように簡単にできること。これは上に荷物が乗っている状態でも横からアクセスしてこの中の荷物を取ることができるので、今回の北海道の旅で使っていてかなり便利だと思いました。例えば旅先で食材を購入した際にもこのような収納ケースを一つ入れておけば、この中に食材やキッチン用品等も入れてこの下にすぐに収納できてしまうので、買い物をした際にもすぐに下にしまうことができるので、こういった点はかなり便利でした。また反対側のドアもこのように開けてすぐにポータブル電源にアクセスしたり、サブバッテリーの状態も確認できるので、こういった点もこのエレクターパイプで収納を作って本当に良かったなと思いました。はい。で、今回この FF ヒーターを北海道の車中泊で使った燃費なんですけれども、出発前に満タンにして出かけましたので、1度目の給油が 2.25 リットル、2度目の給油が 3.13 リットルでした。北海道の旅で使った灯油の合計は 5.38 リットル。これは行き帰りのフェリーの上では FF ヒーターを動かしていないので、北海道で実際に車中泊したのは6日程度でしたので、ちょうど妥当な量かなと思います。合計金額は227円足す360円なので合計587円。この FF ヒーターは1日夜寝る間8時間程度動かして1リットル程度で動いてくれますので、そういった意味では北海道で使っても改めてコスパがめちゃくちゃ高い暖房だと思いました。そして今回の北海道の車中泊で使ったガソリンの量が約150リットル。これは今回の車中泊で移動した約2000キロを150リットルで割ると1リットルあたり約 13.3 キロ走った計算になります。この値は私が東京で普段乗っている燃費より約1キロほど距離が伸びているんですが、それは北海道の道が信号があまりなくほとんどアイドリングをすることもなかったので、この1キロ燃費が伸びたんだと思いました。今回フェリーにかかった料金は25,700円足す23,130円。この料金にはツーリスト S と呼ばれる個室の部屋の料金も含まれていて、往復割引が効いて48,830円でした。この料金にガソリン代の24,500円を足すと、交通費だけで考えるとトータル73,330円で車中泊の旅をできたことになります。この代金は飛行機と比較してしまうと若干高いと感じるかもしれませんが、この中にはホテル代や北海道での移動費を考えるとそれほど高い金額ではないのかもしれません。何より今回は北海道の一番寒い町陸別町でのマイナス21度の車中泊体験や、普段飛行機の旅行者が行かない旭川周辺の町営の無料スキー場等を体験することができて、僕にとってはとてもいい体験になりました。北海道の車中泊の旅はどうしてもフェリーを使うのが必須になってしまうので、若干お値段が高めになってしまうんですが、それでも今回約10日間の車中泊の旅ができてとてもいい経験になりました。今回もすごくいい経験をできたので、またフェリーで北海道の車中泊の旅に行きたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。